はい、こんにちは。久しぶりです。ちょっと今日はね、最近、いろんな僕読む面白いブログ、東福ブログ、大好きな英語のブログなんだけど、自分でもね、この話題について、去年も書いたんだけど、学ランマンとかって、いろんな人なんか最近話題してて、なんかいろんなところでもね、日本人から外人からでも、ペラペラとは何とか聞かれて、もう俺なんか、やっぱペラペラなれない気がするとかって、言う人もいるし、そういうコンプレックスすごい持ってる人いるんだけど、ちょっと自分の思いについて話したいと思いますんで、見て。多分ね、一番みんななんか勘違いしてると思うのは、ペラペラっていうのは、すべて今分かっていることが、なんか日本語で分かっていること、もしくは英語で分かっていることが、それ違う言語で同じまま、同じもう流暢さでも伝えれるっていう基準で考えているのがね、まずそれが間違いだと思いますね。なんか基本的には、それが流暢だと、それペラペラだと考えることで、それを目指して、じゃあまず単語とかそういうなんか表現ができる材料を貯めてから、それで喋り出したら、その時は流暢喋ることとか、そういうなんか表現も全然頭の中で言葉探さずに、その言葉出てくるように、なるのがそれはペラペラだと考えてるんだけど、そんなことない。すごい伝えたいのはですね、そういう学校で勉強にする英語、日本語、ロシア語、ドイツ語、中国語は、使う日本語とは、なんか使う、英語、英語でも、違うもんで、基本的には、ペラペラっていうのは、客観的な基準がいろいろあるんだけど、でも、例えば、高成績って持ってても、TOEIC の高いスコアとかがいろいろあっても、全然ペラペラじゃない人もいるし、逆に低いスコアで、結構流暢喋る人もいるけど、それ何なのかというと、ペラペラというのは、状況的なものだと思います。そういう状況の中で、その人は何でも流暢喋れそうな印象がうまく伝えれる人。で、それがなんかもう、基本的には、じゃあ、ペラペラなるまでもどれぐらいかかるかって聞かれたら、いや、もう俺でも一日でもなんか頑張ったらできる。ただ単にすごい限定的な会話で。だからやっぱり、単語が前もって、それで後でそういうなんか喋るテクニックとか勉強するんじゃなくて、喋るテクニックとか、持ってるものは少なくてもね、少ない持ってるものが、うまく、そういう自然的に、もう自分の目には、そういう人外人みたいに喋ってるとか、そういう自然的なイングリッシュスピーカーみたいに喋ってるように、そういう練習をする。それもいろいろじゃあどうやってそういう練習するのかっていろいろあるんだけど、なかなか例えば外人の友達いないとか、喋る機会がないとか、なかなかいろいろ、なんかそういう会話とかできないとかいるんだけど、でもやっぱカラオケとかそういうところで、例えばカラオケすごくいいんですよね。カラオケは、歌とか言葉の発音だけど、やっぱりイントネーションがもうすべて、もう俺もすごい、日本語喋ってるには、なんか言葉わからなくてもね、日本語のカラオケで、日本語の正しい発音とかイントネーションとかもうそういうモノマネみたいな意識で、自分が日本人になってなんか歌って、そういう口の回る練習とかってすごいなって、そういうこともあるんだけど、でも基本的に思うのは、あんまりね、ペラペラになるのは知識の問題じゃない、テクニックの問題で、もうアクティングみたいなもんで、もう本当ちっちゃい段階でね、もう本当ちっちゃい子供だって、なぜペラペラ喋るのかという、なんで自然的に喋るのかというと、もう親をよく見て、その使う言葉よく間違ってるんだけど、もう真似してるんですから。でそれがね、やっぱちょっとテレビとかそういうのを見て、でそういうのある状況で、例えば自己紹介だけ。Hello, my name is Hiko, nice to meet you. なんかこれは毎回なんか片言日本語、なんかぽい英語で、なんか、Hello, my name is とかって言わなくていいんですよ。そういうもう誰でも言える日本語はもう言うんだけじゃなくてかっこよく言う。もうそれが伝えたいポイントですよね。それできると、会話がもうそこまで限定だと思う。相手にはこの人はペラペラって印象を、ある意味で騙して。でもそれは、そういう印象は耐えるが狙いですね。謙遜してそういう印象を耐えちゃダメとかってなんか思うんじゃなくて、逆になんかもう自分が困るほど、いい印象を与えて、それでその期待レベルは引き上げて、もうそれが勉強の良くなると思いますんで、それがペラペラですよね。だからもうそういう状況に応じて、自分のいる環境という自分に使っている、もう知っているものを使って一番うまく使う、かっこよく使うのが、
ペラペラの定義だと僕は考えている。でも僕はそうやって使っても本当にすごい少ない単語から、今日本語で考えてるんですけどね。でも逆に言うとね、もう英語で知らない表現なんか日本語でも使ってるんで、もう脳がね、別のモードで動いてるんですよね。英語と日本語使ってると。今もう完全に日本語モードだけど、でもそれもどんどんいろんな表現ができると、もう自然的に頭が切り替わるようになるんで、それが本当いつまでも言葉を気にせずね、過去、イメージとかも本当そういう自分を外から考えてみて、どういうなんか、そういう僕はペラペラにしてるのイメージを与えさせるのが、狙いということで、もうこれ最初からね、自分の家の中で、やって、そういう自己紹介だけに関して練習したら、もうそこでもね、もう自分でその状況においてはペラペラだと言えると思いますんで、僕はそういう定義を使って進めてます。そういう意味ではもう本当誰でもだってなれると思いますよ。自分の言語喋れたらもう他の言語でも、みんな同じ口持てるんだけどね、使うと使わない筋肉はあるんだけど、そういう鍛えるだけの問題だから、そういうところで、ちょっとね、そういうところでもちょっとやってみて頑張ってくださいね。使う環境においてペラペラ思われるように、ね、頑張って。頑張ってください。はい。ということで、今日はそれまで以上で。はい。ピース。